今日は手抜き料理をします。手抜き料理だ。冷凍したものです。電子レンジ500ワットで2分ほどして解凍させます。2分やりました。で切ります。凍っとるけど切れるの。うわ、すごい。適当な大きさに切る。適当な大きさに切って、でこれに、手羽元12本ほどあります。これに、お水を600ほど入れます。600cc。キッコーマンのだし醤油ですけど、だし醤油 100cc 入れました。圧力がかかってから15分間かけます。15分煮て圧が下がりましたので開けてみます。鶏の手羽元の芯まで火が通ってるかどうか一応確認をします。もう本当に肉も柔らかです。で、だしが出て、たけのこですけど具合に煮えてます。うまいなこれ。今日は手抜き料理をします。手抜き料理だ。手抜き料理をもう簡単にもうしたい時もあるし、今日は休みだし。でこれは先日大鍋で、皮を剥いてから茹でたたけのこです。40分ほど茹でて水でさらして、そして、いつものお砂糖ですね。お砂糖を大さじ1杯手にまぶして全体に塗りつけて冷凍したものです。で今日これから手羽元 700g ありますが、たけのこは 500g で、これを一緒に今日は圧力鍋で、煮ようと思います。で、これはちょっと今これ硬くて切れないので、電子レンジ500ワットで2分ほどして解凍させます。半解凍させます。これ冷凍しとるよね。冷凍です。冷凍もの。で日清焼きそばは大きさが分かるように横に置いたってだけなんだけど。でかいよね。でかいやつを丸ごと大鍋で煮ました。いい？これをチンします。あれをラップをかけずにこのままやります。2分やりました。2分やりました。切ります。凍っとるけど切れるの。うわ、すごい。半解凍なんですけど、これが包丁が入るようになります。そしたらで適当な大きさに切る。適当な大きさに切って、もうちょっと寄るか。冷たいんやけどね。のれやろうか。短い包丁でやらんでもね。そらそうね。そうよね。4分の1に切っていくわけ。切りました。凍っとるところは水が凍っとるところは外す。水が凍ってるところがあるけど、ちょっと水入れるんだし。少し巣が立ったかもしれんね。大きすぎて丸ごとで。まあ煮てみらんとわからんけどね。でまあこれを煮てから1ヶ月経たないね。2週間前じゃなかった。2週間くらい前からね。で鍋に入れる。このくらい大きい時はやはり最初のうちに小さめに切ってから、お砂糖をまぶして冷凍した方が酢が入らないでいいと思いますけど、今日はもうやりましたので、大量に木だからもうどうしようもなくなった。そうもう大量処分で、もう途中で嫌気がさして手抜きをした状態。酢が入ってしまった。酢が入りました。でこれに、手羽元12本ほどあります。700g ほどありますけども、結構カツなの。これも凍ったまんまやね。凍ったまんまですね。そして、これに、お水を600ほど入れます。600cc 入れる。600cc で、これは普通のもうキッコーマンのだし醤油ですけど、だし醤油
これをそのまま入れます。 100cc 入れ 100cc 入れました。た。はい。はい。醤油がもったいないので少し入れました。でこれにそれをもうそのまま圧力鍋で煮ます。煮ます。煮ます。蓋閉めて圧力2で、でスイッチ入れて圧力がかかるまではもう強にして、圧力がかかってからここの強って超強いよ。強いけどティファール並みな速さでお湯が凍ってるから一気に溶かします。あ、そういうこと？外側はね切るためにちょっとあれしたけど、本当やったら熱いお湯かなんかにダッと入れて、急激に溶かした方がいいと思うよね、凍ってる分は。あれだけ一気に火を上げるために。そう。それで電子レンジかけて2分っていうのはもう綺麗やな、硬くてチュルンチュルンで凍っちゃうから、で切るために周りだけをさっと溶かしたから、ちょっと多少酢が入ったかもしれないけど、熱いお湯をぐらぐら沸かしといて、その中にザッと入れて一気に溶かした方が冷凍物はいいと思う。なるほど。もやしなんかもね、私冷凍するんだけど、冷凍して解凍する時は熱いお湯の中にダーンとつけるのよ。そうするともやしが、解凍しても普通のもやしなんよね。なんかしなっとなりそうなもんならなかったね。ほいでお湯でしっかり溶かしたらいいんだなっていうのが、冷凍したものはね。なるほどね。これで圧力がかかって圧力がかかってから15分間、15分間かけます。グツグツ言うけどもうすでに。でも圧がかからんでしょ。圧がかからんとだね。圧力かかって15分。圧力がかかって15分。はい、じゃあ15分待ちます。ありましたので15分タイマーかけますと。火を落とすの？圧力が落ちない程度に下げて4ぐらい、中火ぐらいで。6強で4だから、まあ中火よりちょっと強いかな。4よ。4強。いや、だけ6強、7段階ある中の4だから、今中火のちょっと上ぐらいか。圧が下がりました。15分煮て圧が下がりましたので開けてみます。具合。こんな感じになってはいますけども、凍ったまんまの鶏の手羽元を入れてますので、鶏の手羽元の芯まで火が通ってるかどうか一応確認をします。確認するの？確認せんとあれよね。凍ってる時があるから、具合に煮えてます。もう本当に肉も柔らかです。でこの出汁が出て、たけのこですけど具合に煮えてます。うまいなこれ。このね、だし醤油だけでね、煮るって本当楽よね。手抜きの私の18番。でもやっぱたけのこが一番相性がいいかもね、鶏肉と。鶏とたけのこよく相性がよくて。どんなですか？熱いよ、まだ今開けたばっかりやから。歯ごたえもあって。歯ごたえもあって美味しい。よかった。たけのこあれでも多少酢が入ってるかなと思いましたけども、もっと戻ってるね。こうとってもよく味が染み込むっていうか、そんなに酢が立ってるようにも見えない。具合ね。完成ですね。ちょっと写真を撮ってみる。本当は鶏の肉も中の髄から出汁が出て
柔らかくてホロホロに煮えてですね、もう年寄り向きというか年寄り向きで。年寄り向きというか、本当に美味しいんですよ。でもむちゃくちゃでかかったのにさ、柔らかく煮えてるよね。柔らかいでしょうが、うん。本当に美味しいんですよね。これがね、味がよく。これで自画自賛でしょ。そう、自画自賛。まあ手抜きが一番幸せをね、毎日作る中で、こうやって作れるっていうかね。まあほぼ手かけてないもんね。よよう言うてでも。切ってぶち込んでだし醤油と水入れただけじゃん。ほんで圧力鍋で煮える間ゲームしとったやろ。ゲームしてました。やめられません。はい、出来上がりです。出来上がりです。